人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事採用が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、はじめにハイキング中に遭難する事象とは。ハイキングは自然を楽しみ、心身をリフレッシュさせるためのアクティビティですが、特に遠隔地や山岳地帯で行われる場合、遭難のリスクが伴います。遭難とは、目的地にたどり着けず、道に迷い、予定外の場所に行ってしまったり、怪我や天候の急変により帰路を見失う事態を指します。主な遭難の原因には以下のようなものがあります。道に迷う多くのハイキングコースは明確に整備されていますが、時には道しるべが不足していたり、分岐点で誤ったルートを選んでしまうことがあります。天候の急変、山岳地帯では天候が急変することがあり、視界不良や寒さによって行動が制限される場合があります。怪我や病気転倒による怪我や高山病などの体調不良が遭難の引き金となることがあります。準備不足、適切な装備や食料、水、地図や GPS などの準備が不十分な場合、特に山中でのサバイバルは困難です。遭難した際には冷静に状況を把握し、まず安全を確保することが最も重要です。特に体温の保持、水分と食料の確保、救助要請のための行動が生存に不可欠となります。2、世界各地での有名な遭難事例。事例1、アメリカアパラチア山脈。2013年、アメリカのアパラチア山脈で65歳の女性がハイキング中に道に迷い、最終的に亡くなるまでの約2週間をサバイバルしました。彼女は GPS や地図を持っておらず、助けが来ることを信じて移動せずに待機しましたが、最終的には救助されることなく命を落としました。この事例は GPS や通信手段の持参の重要性と、遭難時に積極的に救助を求める行動の必要性を強調しています。事例2、日本八ヶ岳。2005年、日本の八ヶ岳で冬季に2人のハイカーが雪崩に巻き込まれ、1週間の遭難生活を送った事件です。彼らはすぐにぼんぼりを掘り、食料と水を小分けにして消費することで寒さと冬をしのぎました。最終的には無事救出されましたが、ぼんぼりを掘る技術と生存に必要な資源の管理が生死を分けたポイントでした。事例3、ニュージーランドサザンアルプス。2019年、ニュージーランドのサザンアルプスで20代の若者が単独でハイキングを行っている最中に滑落し、数日間孤立しました。彼は携帯電話が通じない場所で遭難したため、手持ちのサバイバルキットを使用して焚き火を起こし、救助を待ちました。捜索隊が彼の炎を見つけ、最終的に救出されました。この事例は適切な装備とサバイバル技術の重要性を示しています。3、生き延びた人々のエピソード。1、エピソード1、30代男性遭難期間1日間。アメリカロッキー山脈で単独ハイキングをしていた30代男性が道に迷い、1日間遭難しました。彼は携帯電話の電波が届かず、食料も持っていなかったため、体力を節約しながら高台に移動し、ヘリコプターによる救助を待ちました。彼の冷静な判断が早期救助につながりました。2、エピソード2、50代女性遭難期間2日間。ヨセミテ国立公園でハイキングをしていた50代の女性が、突然の天候の変化で視界を失い、帰路を見失いました。彼女は2日間にわたり、持っていた非常食と水を小分けにしながら耐え、
携帯電話で位置を特定してもらい救助されました。3、エピソード3、40代カップル遭難期間3日間。スイスの山岳地帯でハイキングをしていた40代のカップルが道に迷い、3日間を山中で過ごしました。彼らはテントを持っていたため、風雨をしのぐことができました。最終的に登山道に出たところで救助されましたが、テントと防寒具の適切な使用が生存につながりました。4、エピソード4、20代女性遭難期間4日間。ニュージーランドでバックパッキング中の20代女性が川を渡る際に滑落して足を負傷し、4日間孤立しました。彼女は持っていた応急処置キットを使って応急手当を施し、焚き火を起こして体温を持ちました。捜索隊が焚き火の煙を目印にして発見し、救助されました。5、エピソード5、60代男性遭難期間5日間。60代の男性がカナダの山岳地帯でハイキング中に遭難し、5日間にわたって孤立しました。彼はぼんぼりを掘り、持参していた水筒を使って雪を溶かし飲料水を確保しました。最終的に彼は捜索隊に発見されましたが、彼のサバイバル技術が命を救いました。6、エピソード6、70代男性遭難期間6日間。日本の北アルプスで単独登山をしていた70代男性が転倒して足を骨折し、6日間孤立しました。彼は体力を温存し、持っていた食料と水を慎重に管理し、救助が来るまでの間、日中は高地に移動して位置を知らせました。彼の計画的な行動が生還につながりました。7、エピソード7、50代女性遭難期間7日間。アメリカ・アリゾナ州でバックパッキングをしていた50代の女性が道に迷い7日間山中で過ごしました。彼女は持っていた非常食と水を分け合い、捜索隊の発見まで耐え抜きました。体力を無駄に消耗せず、日中の移動を控えるなどの工夫が功を奏しました。4、遭難を克服する技術と方法。1、高台に移動して位置を知らせる。高台に移動し、視認性を高めて救助隊に位置を知らせるのが有効です。エピソード1の男性は、高台に移動してヘリコプターに見つけてもらい早期救助を得ました。2、ぼんぼりを掘る技術。接戦での遭難では、ぼんぼりを掘ることで寒さから身を守り、体温を保持することが重要です。エピソード5の男性は、ぼんぼりを利用して5日間生き延びました。3、非常食と水の管理。長期の遭難では、非常食と水を小分けにして摂取することが重要です。エピソード2やエピソード7のように、食料と水を適切に管理することが生存率を高めます。4、焚き火で体温を保持する。エピソード4の女性のように、焚き火を起こすことで体温を保持し、夜間の冷え込みに耐えることができます。また、焚き火の煙は視覚的なシグナルにもなります。5、応急処置。応急処置の技術。怪我をした際には、応急処置を迅速に行うことが重要です。エピソード4の女性のように、怪我をしても持っていた応急処置キットを使って適切に対処することで、長期間のサバイバルが可能になります。応急処置キットは、出血や骨折、捻挫などのトラブルに対応できる最低限のアイテムを常備しておくべきです。6、水の確保と浄化。遭難時に最も重要なのが飲み水の確保です。水が不足すると脱水症状を引き起こし、命に関わります。エピソード5の男性が言ったように、雪を溶かして飲料水を確保する方法は有効です。水を確保できた場合でも、携帯用浄水器や煮沸を行うことで、飲料水を安全に保つことが重要です。7、体力の温存。遭難時は、体力を無駄に消耗しないように行動を抑えることが生存の鍵となります。エピソード7の女性は、日中の移動を控え、体力を温存することで長期間のサバイバルを成功させました。無駄な移動や焦りは避け、救助を待ちながら必要最低限の行動に留めることが重要です。8、防寒具やテントの適切な使用。寒冷地でのハイキングでは、
防寒具やテントを適切に使用することが生死を分けます。エピソード3のカップルはテントを持っていたことで3日間の寒さをしのぎ、無事救助されました。防寒具は遭難時には寒さから身を守り、体温を保つための重要な装備です。9. SOS シグナルを作る。視覚的なシグナルを作ることで救助隊に自分の位置を知らせることができます。エピソード4で焚き火の煙を利用した女性のように、煙や布、反射シートなどを使って SOS を示すサインを作ることが効果的です。特に山岳地帯では視覚的なサインは遠くからも確認できるため、救助が早まる可能性があります。10. 方角や地形の確認。道に迷った場合、まずは周囲の地形や方角を確認し、位置を把握することが大切です。コンパスや GPS があれば、自分の位置や正しい方向を確認することができます。これにより、無駄な移動を避け、効率的に行動できます。エピソード2の女性は、携帯電話の GPS を使用して自分の位置を特定し、救助隊に位置情報を送信しました。11. 予備バッテリーやソーラー充電器の持参。遭難時には通信機器が生命線となることが多いです。スマートフォンや GPS デバイスのバッテリーが切れると救助を呼ぶ手段がなくなります。予備バッテリーやポータブルソーラー充電器を持参することで通信手段を維持し、長期間のサバイバルに備えることができます。5. ユニークな提案。1. ソーラーパワーの活用。ソーラーパネルを使用して電子機器のバッテリーを充電することは遭難時に非常に有効です。軽量で携帯可能なソーラーパネルを持ち運び、太陽のエネルギーを使って携帯電話や GPS のバッテリーを充電することで通信手段を確保できます。これにより救助隊に連絡を取ることができ、生存率が大幅に向上します。2. 耐寒性のある軽量ブランケット。非常時には体温の保持が最も重要な要素の一つです。耐寒性のある軽量ブランケットサバイバルブランケットを持参することで、急激な天候の変化や夜間の冷え込みに備えることができます。ブランケットはコンパクトで持ち運びがしやすく、体温を保持し、低体温症を防ぐための重要なツールです。3. ハイテクサバイバルウォッチ。 GPS、コンパス、気圧計、温度計などが搭載されたハイテクサバイバルウォッチを使用することで、方向の把握や天候の変化に対処することができます。遭難時には天候の変化や現在地を把握することが重要です。このようなウォッチを使用すればリアルタイムで必要な情報を得ることができ、生存の可能性を高めます。6. 励ましと具体的なアドバイス。ハイキング中の遭難は誰にとっても恐怖の体験ですが、最も大切なことは冷静さを保つことです。パニックに陥ると判断力が鈍り、無駄な体力を消耗してしまいます。まずは深呼吸をし、状況を正しく把握することが生存への第一歩です。自分には生き延びるための力があり、正しい行動をとることで必ず救助が来ると信じてください。遭難中はできるだけ体力を温存し、シェルターを確保し、水分と食料を適切に管理することが重要です。また、できる限り目立つシグナルを作り、救助隊に自分の位置を知らせる努力を続けましょう。人生はサバイバルです。どんなに困難な状況でも冷静に対処し続ければ必ず道が開けます。あなたが今持っている知識と技術が生き延びるための力になります。自分を信じて決して諦めずに行動し続けてください。最終的には必ず助けが来るという希望を持ち続けることが最も重要です。冷静に、そして強く。希望はいつもあなたの味方です。自然の中での挑戦は厳しいものですが、あなたはそれに立ち向かう力を持っています。最も大切なのは自分自身を信じ、焦らず希望を持って行動することです。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。
また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。